どうも、日本語で喋りましょうの岡戸と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開をしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は平成あるあるについて話したいと思います。はい。で、この前、昭和あるあるっていうのをやって、今回は平成っていうことで、ちょっと平成っていつからいつまでなのかっていうのをまず説明したいんだけど、うん。平成ってのは平成元年、1年目から31年続いた時代で、西暦で言うと、1989年の1月8日から2019年の4月30日まで。うん。だから要するに俺たちがその子供時代とか青春を過ごした時代が平成で、今時代は令和になったっていうことなんだよね。そうだね。やっぱりさ、俺らはずっと平成で生まれて平成で育ってきたからさ、あんまりねうん。その変化を感じにくいんだけどさ、うん。そんな気はするけど、意外と気づかないうちにいろいろなことが令和になって変わってると思うからさ、今日は例えばどんなことが変わってるのかっていうのを具体的に話していこうと思います。なるほど。はい。で、まずは携帯電話について話したいんだけど、うん。もちろんね、平成の最後の方はみんなスマホを使ってたけど、俺らがさ、学生の時、スマホうん。はまだなうん。かったよね。なかったね。折りたたみの携帯だったね。そうだよね。いわゆるガラケーって言われるやつでさ、うん。スマートと比べたらもう全然ね、機能も少なかったよね。そうね。そもそも LINE とかさ、うん、なかったし、うん、メールでのやり取りか、電話でのうん。やり取りって感じだったよね。本当だね。基本もう電話とメールでしては使ってなかったし、なんか音楽とかも一応聴けるんだけど、なんか今みたいにさ、すごい綺うん。麗な音質で聴けるってより、なんか変なメロディーが鳴らせるぐらいだったよね。そう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 。例えば自分の好きな曲があって、そのううん。ちのサビ、メインになってるところのなんか30秒ぐらいだけとそうそうかをそ買ったりして、う。うん。それをさ、着信音として使ったりでもできたけど、あそうね。んまりその携帯自体が音楽を聴くためのものでもなかったし、写確かに。真を撮るものでもなかった。そうね。一応撮ってたけど、すんごい画質悪かったよね。画質めっちゃ悪かった。そうね。ね。もう全然だから写真を撮るときは、使い捨てのさ、写真あったじゃん。写るんですだっけ。うん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 。で、そういうので写真を撮って、写真屋さんに行って、実際の写真を現像してもらってっていうこともやってたもんね。そうだね。ああ、懐かしいね。そうね。で、次は、昔のテレビ番組の見方についても話したいんだけど、うん。今、結構テレビ見る人少なくなったけど、俺らがさ、まだ小さかった時は、すごいテレビもさ、盛り上がって人気があってさ、結うん。構テレビを見切れないから、録画したりしてたよね。そうね。インターネットで見れるって手段はなかったから、ねうん。今だったらね、見録画するしか逃しても なかったよね。TVer とかで見れるからね。そう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 。それいいよね。だかうん。らねえ、昔と比べたら今はだいぶ変わってるよね。てかさ、さっき携帯の話したけどさ、うん。携帯でもさ、テレビ見てたよね。あったね、なんかワンセグだっけ。そう、ワンセグで、それこそ車の中でもさ、カーナうん。ビでさ、テレビ見れうん。たしさ、あったね。その当時の、テレビの強さ、テレビを見たいなって思う気持ちの強さが、うん。すごい今と比べたら大きいと思う。確かに。うん。なんか結構いろんな人が言うけど、昔のテレビの方が面白かったって言うもんね。だから人気があったんだろうね。そうね。あとそれ以外になんだろう、やることがなかったっていうか、テレビがやっぱりうん。強かっただと思うよね。確かに一番
最強の娯楽だったんだね。昔はうんね。うんうん。そうそう。あとラジオとかもあったけど、うん。テレビが確かにダントツだったのだよね。確かにそう考えるとそうだね。もうテレビ見るしかなかったんだね。みんな。うん、うん。そんな気がするよね。で、次はちょっとファッションについて話したいんだけど、俺らがやっぱりうん。高校生ぐらいの時だから、そうね、15年前ぐらいの時は腰パンが流行ったよね。流行った、流行った。うん。今なんかさ、ハイウエストのさ、パンツとかが流行ってるけど、俺らが学うん、生の時はもう逆でさ、もうズボンが下がれば下がるほどかっこいいみたいな、そんな感じだったよね。そうね。で、ちょっとパンツも見えてるし、その腰のところから。そうそうそああ、う。なんでね、うん。あれかっこいいと思ってたかわかんないけど、あの時はすごい流行ってたね。そうね。なんでだったんだろうね。うん。なんかアメリカでもさ、ラッパーとかがさ、腰パンとかしてたから、もしかしたらそれも影響あんのかな。アメリカの影響は結構大きいかもね。その、俺らの、なんだろう、服の着方とかもそうだけど。うん。うん。いやー、でもだいぶ、ファッションも変わったよね。その、うん。ユニクロの存在とかさ、うん。ユニクロって、もっと、これすげえ個人的な意見かもしれんけど、うん。うん。すげえ安くて、うん。なんかしょうもないものっていうか、うん。安くて、まあ、ユニクロだから仕方ないか、みたいなもうん。のを売ってた気がする、俺がちっちゃい頃。いや、わかるわかる。なんかむしろ、ちょっとダサいぐらいの感じだったよね。そう、ユニクロダサいって思ってたの。そう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 。うん。なんか今さ、ちょっとおしゃれな服買うだったらユニクロで全然いいじゃんっていう人多いけど、うん。俺らの時はなんか、しょうがなくユニクロ行くみたいな感じだったよね。もう安いから。そう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 、安いから。そうん。だからユニクロう。も相当変わったんだね。ユニそう、ユニクロは相当変わったと思う。うん。今ね、すごいね、むしろめちゃめちゃユニクロにお世話になってるよね。で服買い行くならまずユニクロ見るよ。その、うん。うん。で、どんな売やっってるかぱりね、見て。そうね、シンプルで使いやすい服も多いからね。そうそうそう。飽きないっていうのが大事なんじゃないかな。その、結構シンプルなものが多いし、まあ、うん。数年経っても着たいなとかって思う。まだこれ着れるなとかって思うのがあったりする。そうね、やっぱりシンプルだからこそ飽きないね、パターンとか飽きない色とか形のものが多いかもね。うんうんうん。そうね。確かにうん。確かに、それはすごい思うわ。で、まあ服はそうじゃん。で、髪うん。型もやっぱり今とだいぶ違うなと思って、結構最近はセンターパートとか、あとはあの K-POP アイドルみたいな髪型とはいはい。かすごい人気だと思うんだけど、昔俺らが高校生ぐらいの時はロン毛とか人気じゃなかった？そうね。また、今とは全然違う髪型の流行りがあったと思うわ。そうね。なんか今の子たちの髪型の方が結構さっぱりすっきりしてる気がするな。そうだね。そうだね。うん。うん、昔はだってね、男の人で結構ロン毛で、なんか髪にピン留めたり、カチューシャしたりうんしてる人とか結構いたよね。そうね。それは、平成もそうだけど、昭和とかも結構髪長い。昭和の終わりとか平成の初めぐらいなのかな。結構うん。さ、髪長くて、うんうん。確かに。サラリーマンとかでも結構髪長い感じの人が多かったと思うし。確かに。だからロン毛はやっぱり一定期間でこのブームが来たり去ったり来たり去ったりしてるんだね。うん。じゃないでも、ロンうん。毛の、多分な感じも違うよね。こう今の子たちのロン毛って、なんかちょっとマッシュルームみたいな感じのロン毛って、そうか、でも、それはそれで昔もビートルズみたいなさ、髪あ、型とか確かにね。が流行った時代があったし、で、あ今は、なんだ、韓国系の K-POP 系みたいな、なんかマッシュルームヘアみあ、たいなのとかもあるしさ。うん。うん。から、だからちょっ違とずつ変わう。ってるけど、また同じね、トレンドが戻ってきてるんだね。そうだね。そんな感じするね。どう自分でさ、この
自分の中でこうトレンドが来たり去ったりしてる感じはする？例えばファッションとか髪型で。髪型は結構ずーっと変わってないけど、うん。ファッションはあるかな。その時、本当に中学生、高校生ぐらいの時に着てた服ってもう、多分今着てない、全然着てないタイプも多いと思うし。うん。うんうんうん。確かに確かに。俺も、なんだろうな。多分大学生ぐらいの時は、スキニーパンツとか結構流行ってたけど、今はもうあんなんね、着れないけど、また数年後に戻ってくんのかなとか思ったりするよね。うんうんうん。そうね、そうね。うん。だからどうなんだ。音楽もそうだし、ファッションもそうだしね、いろんなもんがね、なんか来たり変わったりして、で、ちょうどね、平成と令和ってさ、この平成が終わって令和が来てすぐだから、まだそのトレンドが戻ってはきてないけど、やっぱりね、こう比べてみると結構変わってるんだなっていうのに気がつけたね。うんうんうん。そうね。結構びっくりするあぐらい変わってるよ。あ、ちょっと時間の流れにちょっとびっくりしちゃうね。流れの速うん。さにびっくりしちゃう。そうね。これからがまあ楽しみなところはあるけど。まあそうね、確かにね。はい。ということで今日は平成あるあるについて話してみました。皆さんは平成あるあるについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマをリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。